今日はですね、こちらの場所を借りて収録をしております。見覚えがね、ある場所だと思うんですけども、これ実はですね、僕の YouTube チャンネルが2000人達成したタイミングでですね、はい。ゲストをね、お呼びして、同じ場所を今回もちょっとね、お借りして収録をしている。ということはですね、私の YouTube チャンネル登録者数がね、なんと3000人、達成しました。ありがとうございます。1000人までのね、この道のりっていうのがね、やっぱり本当に遠い道のりだったなと、今振り返っても思うんですけども、そこからね、1000人から2000人、そして今回の3000人っていうのは、なんか結構ね、勢いに乗ってきてる感覚が、自分の中でもあったりして、だからこそね、こういうキリのいい、タイミングとかには、ちょっと、いつもよりもスペシャルなことをね、これからもしていきたいなっていうことで、2000人の時にね、出ていただいた、かおりちゃん、また3000人の時に登場してもらうかも、みたいなね、話とかもしてたので、今回、かおりちゃんが来るのか、それともこの場所は同じだけでも違うゲストをお呼びするのか、っていうのはね、ちょっとこれから読んだ時に誰が登場するのかお楽しみにね、していただきたいと思うんですけども、それではゲストをお呼びしようと思います。どうぞ。こんにちは。前回に引き続き、前回2000人、登録者の時に、地元のね、アベノで iPad を購入したてっていうことで、全然分かれへんということでね、教えさせていただいたわけなんですけども、どうでしょう？もう2ヶ月も経った？もう2ヶ月も経ったけども。多分2週間ぐらいしか経ってないんだ。おやね、いろいろメモ帳のね、使い方であったりとか、Apple Pencil の使い方とかっていうのを教えたと思うんだけども、あれから体感的には2週間。どうですか？使ってますか？3回ぐらい。3回も。3回。家から持ち出した。持ち出した。おお。でもね、それもね、折り込み済みです。もう何千人と教えてきてるから、もうみんな一緒。教えてすぐ動ける人は、ごく稀です。本当に。だから、教えたことをね、すぐ次の日から、もう一生懸命ね、熱中できる人の方が少ないからこそ、俺も教えながら、長いね、目で見て、成長していくことを見越してます。優しい。何回も俺もね、それは体験してるんで、今日はね、その復習も兼ねてかもしれないけども、1回目の時に、仕事としてね、やっぱ iPad を活用したいっていうね、ことを言ってたからこそ、中途半端にね、携わってしまったこともあるからこそ、やっぱその仕事の現場まで使っているというシチュエーションまで持っていきたいわけよ。あなたをね。だから今日は、そのステップ2みたいな感じで、アプリの具体的な使い方とかね、1回目の時は、そのアプリの紹介とかね、こういうアプリがあるよっていう、もう通販番組のような回になったけども、今回は具体的にその使っていく方法と実践、それを触っていくっていうことをね、ちょっと学んでいただきたいなと。それでは、早速、解説の方をしていきましょう。それでは、行ってみましょう。前回はですね、iPad を仕事のね、シチュエーションで使っていきたい、使いこなしていきたいっていうことで、そのね、今手元にある iPad と Apple Pencil をメモ帳とかを使ってね、書き心地を確認してもらったり、仕事として使っていくために GoodNote っていうね、アプリを紹介しました。ただ、これは実際にそのアプリの画面とかを見せながら触ったのではなくて、あくまでも俺が口頭でこういうアプリですよっていうのを伝えるまでにとどまった感じの会話だったんだけども、今回はいよいよ GoodNote のアプリを使って、その1回目の時にね、仕事で、ジュエリー関係のお仕事をしてるから、お客さんのヒアリングをして、その内容を iPad に書き込んでいくみたいなね、そういう使うシチュエーションっていうのを想定した、GoodNote の触り方と、あとはヒアリングシート、お客さんの名前、電話番号みたいなのをね、書き込んでいくためのヒアリングシートの作成の方法、この2つのテーマをちょっとやっていこうかなっていうふうに思っているので、頑張っていきましょう。はい。それでは早速、iPad の方をね、開いてもらって、1回目の時にその紹介した GoodNote のアプリ、取っていただいてますでしょうか？はい、それですね。はい。事前に撮ってたのかな？今撮りましたね。急いで撮りました。はい。あれから2ヶ月経ちますが、今日のために温めておいてくれたっていうことだよね。そういうことでお願いします。だからね、その GoodNote を今日は使っていく。プラス、画面黒くなるの早いね。早くない？よし、そこをじゃあ改善しましょう。これね、iPad 何も触ってなかったら、おそらく2分かな
1分か2分ぐらいでね、うんそれ暗くなっちゃう設定で、やっぱりこういう風に解説しながらだと短い、その暗くなるスピードが。そこをちょっとこう長くするために、設定のアプリをまず開いてもらって、はいで、設定の画面表示と明るさみたいなはい項目、でそこに画面のロック的な項目があると思うけど、自動ロック2分。自動ロック、そう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 。そう、2分になってるね。そこをタップします。はい。すると2分以外にもね、時間選べる項目があるよね。まあ、どれぐらいの時間がベストなのかというと、10分にしています。何その絵はどっちの絵10分も使い続けるとってことだって5分も iPad 使うことあなた、それはあなたが今のところ2分以内しか使ってないからだけど、この iPad ね。そう使っていないでしょ。そうそうスンって切れてる使っていないことが前提だから2分でも事足りてるんだけども、今後あなたが iPad をはい仕事のために使っていく上では、はいこの10分ははい。大きい大きい10分ぐらいが最適なんじゃないかなというふうに、はいまあ気にならなくなると思う、ほんまにそれが気にならなくなるぐらいに使いこなそうっていうところの意味も含めてるんやけども、まあだからそれちょっと10分にねしておいてください、はい本題の GoodNote ですね。そのアプリを開きましょう。はい。まあ、ようこそみたいな画面よね。そこからまあどんどん次に次にっていう風に進んでいけると思うねんけども、アップルあ、そうやね。この GoodNote っていうのは、その1回目の時にも紹介したけども、基本的にはサブスクリプションっていう風に俺は伝えてたんやけども、月額で払うのはもうちょっと嫌やから、1回で買い切りたいっていう、そういうプランもある。で、その1回の買い切りの価格がだいたい3000円ぐらいやから、まあそれを買うかどうかっていうのも今後ね、まあもちろん使っていくからどっちかを選んでもらいたいんだけども、今はとりあえず、まあ無料プランとして使っていくこともできるから、そのまま次へ進めると。はいほんで、ちゃんとはい、そこが、そうこれから今後 GoodNote をアプリを開くたびに開くトップ画面みたいな感じ、そこがね。でそこから、まあ、何を作るにしても最初はそのノートのアプリやから、新規のノートをね作成しないといけないわけなので、プラスのマークどこやこれをします。まあ、いろんなノートの種類のものを選べますと。まあ、今回ちょっとシンプルなノートを体験してもらおうと思うので、一番上のノートっていう、へえ、なるほど。それでいっぱいでノートの、まあ、スタイルよね。どういう見え方のノートそんなの選べる。そう、いろいろカスタマイズできます。方眼紙とか、あとはシンプルにね、横の、線があるやつととかか、本当に線のない自由帳タイプのね、クロッキー帳みたいなタイプのやつとかも選べます。今回ちょっと体験やから好きなの選んでもらっていいよ。幅ない。で、まあいろいろ縦向きのノートにするのかとか横向きのノートにするのかとか、まあそういう細かいものも選べます。これだね。そう、まあ、どういうサイズ感とかもね。と色カラーがイエローになってるけど、ノートやからね、まあ白にしとこうかなって。それで作成と。はい。こういうふうにね、画面が出てきました。で、最初こういう機能があるよみたいなね、いろいろ教えてくれる画面がいっぱい出てくるのかな。まあそれは了解っていうふうにしていって、で、そこからね、まあ今何も触ってなくても、まあ、ちょっとね、機能の全部端から順番にね、説明する時間はないので、まあ、本当に書く、消すだけを今回はちょっと覚えてもらいます。はい。そして、一番体験してほしい1回目の時にも紹介した録音機能。はい。を今回は使ってもらおうかなと思います。はい。で、まず何も触ってなくても基本的にこのツールのバーっていうところがあって、これのペンが選択されているので、もう今すでにね、画面上、このノート上をそうペンでちゃんと書けるよね。なので、まあその状態、ここのね、ペンのマーク、ね、押してるときは書く状態。で、その隣にある、そう、これが消しゴム。からそうやって消すこともできます。ここ書く消す、この2つ覚えておいてください。消す。ちなみに、消すのおすすめ設定なんやけど、消すのこの消しゴムもう一回タップしてもらったらこうやって消しゴムの種類を3つから選ぶことができて、ね、これね右のねストローク消しゴムってやつ、これおすすめです。なんで何？じゃあこれ体験してもらうために、もう一回ちょっとペンに変えてなんか適当に、文字単語など書いてみてください。で今度消しゴム切り替えてちょっと少しずつ端からこう横切るようにペンを動かしていくと斜めすぎた。あれ？
今反応しました。反応したね。なんかさっきの消しゴムと違ってたことに気づいたどうしようかな。文字ごと消えた？せやんね。ちなみに、ちょっともう一回今の体験してもらうために、魔法の操作を伝授します。はい。Apple Pencil じゃない方の手で、じゃあ左にしようか。2本の指で iPad の画面上を2回やってる？今日店やってる？ドアをノックするような感じで、トントン。何？今、自分がそう、作業してたものを戻す。一個作業を戻すというジェスチャーが、このグッドノートには割り振られている。すごい。魔法の2本指。魔法の2本指。ちょっとメモして。そう、魔法の2本指です。前回の時にね、Apple Pencil のダブルタップの機能は、魔法が楽しいのは最初だけって言ってね、その機能自体はオフにしましょうっていう風に言ったけども、今回のこのグッドノートの魔法の2本指は未来英語を使える機能です。夢がある。そう、夢がある。なんかこれぜひ覚えておいてください。では、上のじゃあここの香りって書いてあるかな？書くって書いてある。その字をじゃあもう一回ちょっと消しゴムで体験してみましょう。ゆっくり。そう。なんかね、ペンが触れた瞬間に、なんか掃除機で吸い込まれてるかのように、シュッシュッシュッって消えていってるよね。これがまさにこのストローク消しゴムの効果。でそれ以外の消しゴムだと、実際のなんか消しゴムに近い感じの消え方。わかる？でもこれだと iPad の画面をこする頻度が多くなっちゃうから、やっぱりね、この Apple Pencil も消耗品なんで、摩擦でね、だんだんそのペンシルの先が削れていってしまうから、それはあんまりよろしくないなっていうことで、だからできるだけ掃除機でシュッと吸い込んですぐ消えるようなタイプのこのストローク消しゴムにするのがおすすめです。はい。せっかくメモしてもらった魔法の2本指っていうのが消しちゃったから、じゃあそれ2本指タップで戻そう。はい。っていうのね、書く、消す、2本指で戻る。この3つだけ、とりあえず使いこなせるように、してください。ではですね、これのグッドノートのほんまに必要最低限、とりあえず触ってほしい部分は教えました。本題は、前回1回目の時にも、紹介した。なんと、このノートには録音の機能がついてます。そう、それが知りたい。それをね、ちょっと体験してもらおうと思うので、今、書いているページから新しいページを出していただきたいのですが、新しいページを出す方法、これもめちゃくちゃ直感的で触りやすい機能として用意されてます。右端から、かおりちゃん側から見て、早ない？それすごいよ。勘いいね。シュッ。そう、すごい。その通り。シュッ。あながち、ほんまに合ってた。そう。その通り。右端から左に向けて、シューッとこう、指でいくか。はい。これで次のページに移動できます。で、さっきのページに戻るときはもちろん。すごいね。でこれは物理的なノートやったら大体何ページぐらいなの？ 60 ページぐらい、100ページぐらい。だけども、これはもちろん iPad でデジタルやから、容量が許す限りは何ページでもどんどんページ数を増やしていけます。じゃあ、このマイクのマークね、それが録音の機能になってます。そう。で、なんて書いてある？制限時間20分。この種類に録音できるのは20分までです。無料プランで使えるのは20分まで。でも体験してもらうためには十分な、時間かなと思うので、そのまま何もグレードアップしなくてもいいよ。で、もうそれ、録音が始まってるわけよね。そう、ここの色が変わったよね。これから一つエピソードを話すので、そのエピソードの、自分のメモしたいところを聞きながら、ちょっと書き込んでいってください。最近あった話なんやけども、コンビニって最近ね、結構海外の人がスタッフで働かれてるシチュエーションって増えたよね。やっぱこうコンビニのスタッフぐらいってなんかその片言でもなんか十分事足りてるというか働けるんやなっていうふうにこう気づいたというかさ、だから全然もう日本語間違ってても全然気にならへんなっていうふうに思ってたんやけども、最近、自分家の近くのセブンイレブンに行った時に海外の人が働かれてて、景色としてはね、もうよく見る景色やから、何にも気にせずに、自分の買いたいものを持って行って、3つか4つぐらい商品をね、手に取って、レジに持って行ったんやけども、その時にね、その海外の人が、こう、一個一個ね、商品にこのピーってバーコード当てて、1点っていう風に、ちゃんとマニュアルとして、このピーってバーコードを
こう当てたやつに対して1点っていうなるほどように、そういうマニュアルでね、でその1点何円ですまでもちゃんとこうしっかりと言うように、そこのコンビニではそういうマニュアルとしてね徹底してたんやろうけども、ちゃんとめっちゃ丁寧に一個一個こうバーコード当ててね、1点何円1点何円っていう風にやっていってたんやけども、2個目か3個目ぐらいの商品バーコードを当てたらバーコードが全然反応せえへんかって、これもよくあるやん、なんかこうバーコードについてる位置とかがこう悪かったりとかさ、だからなんかめっちゃ手こずって何回も何回もこのバーコードのリーダーをこう当てても全然反応せえへんかったから、1点1点って言った後にわからないって俺言われて、いやそれ言われても俺もわからんわってさ、っていう話です。わからない。オッケー。はい、ではこれを今ちょっと停止をしてみて、では、今の話、どんなことをメモしたのか、俺がどんなことを喋ったのか、何をメモしたか、メモしたことを言ってもらってもいい？コンビニ、海外スタッフ、多い、片言 OK、日本語間違ってても、バーコード1点、マニュアルわからない。なるほど。で1ヶ月後にこのメモを読み返した時に何の話かわからないよね。こんな状況でも大丈夫ってことだよね。つまり俺が今喋ったエピソードっていうのは録音されてるわけやから、どういう話かをこう思い出すために、なんと今録音したものを後から再生して聞き直すことができるわけだね。でその聞き直し方はここになります。ちょっとね録音ボタンとはちょっと離れてる場所になるんやけど、縦棒のとこ、それを押したらこの再生マークみたいなのが出てね。そしたら今録音が始まってるわけよね。で今俺が喋っている、そうね。でごめんちょっとストップするね。これまさに俺が今何分か喋ったものが再生されてるわけなんやけども、注目してほしいのはかおりちゃんがメモしたものがなんか若干半透明になってるよね。これ今から聞いてもらった時にこの半透明で書いたメモがどういう風な動きをするのかっていうところも合わせてちょっと見てほしいのね。じゃあ実際にちょっと再生していきましょう。これからちょっと俺が一つエピソードを話すので、コンビニで最近ね結構海外の人がさ働かれてるシチュエーションって増えたよね。でやっぱ海外の人やから日本語も止めるね。見た？すごいやろ。カラオケやな。わかるけど。カラオケやな。半透明の文字がな。リズムに合わせて、あなたここのタイミングで今これを言ってくださいのな。カラオケやな。みたいやな。そう。っていう感じで、1回目の時に俺が口頭で説明してた通りなんやけども、実際にこれ画面上で見てもらった時にはこんな感じ。音声が再生されながらも、かおりちゃんがそのタイミングでメモしたものっていうのが、ここで喋ってる時に書きましたよっていうのが、リンクしてるわけよね。紐づいてる。だからこれをメモした時に喋ってたのが今、こういう内容のこと喋ってたんやっていうの後から再生して聞き直すことができるね。つまり、俺が喋ったところと、かおりちゃんがメモしたところっていうのがこうリンクしてますと。で、この再生のね、位置をこう自分で指で動かすことによっても、喋った順番にこうメモがどんどんね、書き込まれているっていうのも。ここ何やったっけで、そこ聞いたらいいんだね。で、この機能を使って、かおりちゃんが実際にその仕事として使うこととこう重ね合わせた時に、ここにヒアリングシートのデータを読み込んで、実際にお客さんの声を録音しながら、かおりちゃんがここにお客さんの情報をメモしていくみたいな使い方が、理想的な使い方。それをね、最後にこのグッドノートにそのヒアリングシートっていうのをちょっと読み込む方法っていうのをちょっと解説しようかなと思います。そのグッドノート自体は一度シュッと閉じてもらって、今回そのヒアリングシートっていうのは、自分で一から作るっていうのはちょっとハードルが高いというか、めんどくさいので、もともと用意されているヒアリングシートのテンプレートっていうのを、使おうかなと。でそれはもちろん自分流に項目とかをカスタマイズすることもできるから、これぜひね、覚えておいてもらいたいんだけども、それを作るテンプレートを使用するアプリっていうのが Canva。そう、このアプリを使います。はい。
それを開きましょう。キャンバはいつも携帯で使ってる。使ってる。ほら、作ってるやろ。おー、いいやん。いいやんいいやん。でもこの画面で見たの初めて。あ、ここまで iPad で見たの初めて。そう。やっぱこのアプリって、何が特徴かというと、とにかくテンプレートの数が多い。だから自分がゼロから組み立てていく必要がないよっていうね。ある程度もう、そう、写真の位置とかここ、だとバランスがいいデザインになるよみたいなね、そういうデザインのテンプレートがとにかく多いのが特徴的なアプリで、普段から使っているその使い方としては、なんかこうチラシのデザインとか、まあそういうものをね、作るとき、そう、SNS の編集とかの時に使ってると思うんだけども、今回はさっき言った通り、ヒアリングシートをちょっと作ってもらいたいから、実はね、ヒアリングシートのテンプレートもてんこ盛りに用意されてるねんね、このキャンバって。あ、これかな。そうやね。で、そこの検索の窓のところに、ヒアリングシートっていう風に入力してみる。はい。するとそんな感じで、ヒアリングシートのテンプレートがずらっと出てきますと。はい。で、キャンバー無料プランやんな、使ってるの。お金払ってる？いいえ。払ってないね。はい。じゃあね、お金払ってない無料プランの人は、王冠のマークがついてるテンプレートは使えない。はい。から、それ以外で、これ使いやすそうっていうヒアリングシート、パッと見ちょっとでも、もうちょっと時間かけてゆっくり見ないとわからないかもしれないね。だから今回はこの検索の仕方をすればいっぱい出てくるよっていうことだけは覚えといてもらって、とりあえずどうしよっかな、これやってみる。そしたらこんな感じで出てきますと。で、内容自体は実際にかおりちゃんが仕事の現場で聞かない項目だってあるわけよね。絶対テンプレートやからこれただの。その部分は消してもいいし、いや、これじゃなくて逆にこういう内容聞くよねっていうその言葉に書き換えるっていうこともできるから、それはもう日頃からね、キャンバー使ってるから、文字の入力の方法とかね、多分わかると思うけど、っていう感じで、まあ、このテンプレートをまず使って、こういうヒアリングシートのチェック項目のね、内容とかも、まあ、自分流にちょっとカスタムしてもらってから、それができたという定義で、こいつをですね、グッドノートの方に読み込みます。そのためには、こいつを一旦 PDF というファイルで書き出す必要があります。で、書き出す方法は、書き出しの四角の上の矢印。共有をして、ダウンロードでファイルの種類？そうね、ファイルの種類で PDF を選ぶ。選んで、ダウンロード。でダウンロードが終わると、そのファイルをどこに共有しますかっていう、出るよね。これどこに共有しますかっていうメニューなんやけど、ここで実は GoodNote のアプリが選択できるようになってんのよね。ここのアプリの一番のところに。あった。はい。それを選びます。で、選んだら、今、このヒアリングシートっていうのを新しいノートとして読み込むのか、今現在編集中のこのノートの一番後ろの最後のページに追加したいかどっちかを選ぶことができる。これは、まあ今ちょっとテストやから、今現在使っているノートの後ろにじゃあ最後に追加するを選ぼうか。これでいい？はい。はい。そしたらこんな感じで、GoodNote のアプリに今自動的に切り替わってるからね。なるほど。キャンバから。そう。でしかもキャンバで読み込んだテンプレートのヒアリングシートがこのように表示されてるわけよね。はい。ということは、じゃあ今から順番に録音しながら項目を俺にじゃあその質問していって、このヒアリングの。このヒアリングのね、録音しながら。そうで自分でも録音はマイクのマーク。これだ。続ける。はい。ではお名前教えてください。お名前はですね、大阪太郎です。大阪太郎さん、大阪太郎、大阪ジャック太郎で。大阪ジャック太郎。はい。ハーフなんです。ミドルネームはジャックですか？そうです、ジャックです。すごい、なんかさ、打ち込んだやつが。あ、それスクリブル機能になってるんや。はい、なんかちゃんとできていないけど。電話番号教えてください。電話番号は090-12345678です。なっておりません。なってないね。その名前だけがなんやろ、ジャックに反応したのかな。っていう感じで、っていって、でここは何の項目のシートか俺よう見えてへんねんけど、この距離からは。フェイシャルトリートメント。フェイシャルトリートメント。ドライヘッドスパ。美白パック。そうね。毛穴クレンジ。はい。小顔デトックス。これはちょっと試しに俺に質問されたとしてもすごいはずい内容やから
ちょっとヒアリングごっこしようと思ったけど、内容が内容だけにちょっと外れたからこんな感じで進めていけるよっていう。じゃあそれ今書いたものを停止をして停止、はい。で聞くときはこれそれだよね。はい。で再生ボタンを押す。これね、ここの下矢印を押すと、ほらそうファイルが分かれてて、そうそうそう。なるほど。2になったかな。なったかな。ではお名前をお書きください。ポンってついてる。大阪太郎さん。ここだけなんかデジタル変換になったのがちょっと謎やけど。うん、こんな感じでね。すごいすごい。なっておりません。っていう感じで、例えば後から振り返りたいときに、この人の電話番号はさすがに振り返ることはないと思うけど暗記やけど、こうやってね再生の位置をねこう自分で動かすことによって、今ここ電話番号のとこがこう動いたなってことは、ここ電話番号のこと喋ってることやな。じゃあここから再生しようっていうふうにこうお客さんがここの項目のことについて喋ってるよねっていうことが確認できる。だからこれはちょっと例としては今電話番号の話だったけど、もっと具体的に言うとお客さんの今のお肌の悩みなんかな、ちょっとわからんけど、みたいな項目があったとして、そこについてかおりちゃんがメモしていることと実際にその人が喋っていることっていうのを確認するときに、ここを動かして。なるほど。早いね、効率的だね。これをね使っていただきたいのでございます。はい。使いこなす。これもね、今教えただけやから、実際に日常生活とかその仕事の現場で落とし込むところにまではまだ至れないと思う。厳しい道のりでございます。だからこそ次のステップまで、行こうかなと思ってる。今回はここまでやけども、頑張りましょう。はい。ぜひね、同じようなシチュエーションでこれ使いたいと思ってる人は、今の流れで GoodNote と、Canva っていうものを組み合わせて、Canva で用意しておいたテンプレートを PDF として GoodNote に読み込んで、それを録音機能とかを使ってね、メモすることで、紙媒体のね、そのヒアリングシートっていうのがどんどんなくなっていって、もうペーパーレス化していってね、デジタルで完全にお客さんの情報を管理することができるように、頑張ろう。その未来が待ってます。はい。そこまで行きましょうと、そのきっかけ作りのために僕が動いてます。この YouTube チャンネルの活動をしているわけでございます。はい。ぜひね、今後の、YouTube もね、注目していただいて、初めてカメラが今日初めてカメラの方を見てね、これからもね、いろんな動画をアップしてね、皆さんにとってのきっかけ作りっていう風になることをちょっと期待しつつね、頑張っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。